味をしっかりすればもう完成です。こんにちは。今回はですね、僕の方のメインチャンネルの方で、オムレツをちょっと教えていただいたんですけれども、こちらの料理王国さんの方のチャンネルではシェフ何を教えていただけるんでしょうか。今日はですね、はい、ドライカレーを。ドライカレー。はい。冷凍食品でもドライカレー出してるんですけども、知ってます。はい。今日はちゃんとした、手作りのドライカレーを今日はお教えしたいと思います。よろしくお願いいたします。プロに教えるですけども、とっても簡単にすぐ作れますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう材料はもうひき肉と玉ねぎとカレー粉。カレー粉はうち普段カレーでもそうなんですけども、2種類のカレー粉を使ってまして、シャープとスタンダードというカレー粉なんですけども、よくご家庭でもカレーのルーを何種類か入れて作ったりする方いらっしゃいますよね。そうですね。そのような意味合いでいろんなカレー粉カレーのルー混ぜていろんな独自のカレーを作ったりっていうオリジナルカレー作ったりする方いらっしゃると思うんで、そんな感じでうちも2種類のカレーの粉を使ってます。あとは野菜は玉ねぎとピーマンとあと人参だけなんで、じゃあもう本当スーパーでカレー粉って赤い缶のあれでもいいんですか。もうどんなカレーでも大丈夫でございます。なければ1種類でも大丈夫でございます。わかりました。あと辛みが足りなければガラムマサラとかよく辛み足してちょっと使っていただければいいと思います。では早速材料を切っていきたいと思います。では玉ねぎはみじん切りにしていきます。いいですか。お願いします。普通にみじん切りしていきます。これ結構みじん切りって家庭だと不得意な方多いと思うんですよ。なんかポイントありますか。ポイントはやっぱりヘタの部分を残して、やっぱりその筋に向かって繊維に沿って切るっていうのはやっぱりそうなんですけど、やっぱり切れる包丁が一番大事ですよね。あと引き切りなんで、いつも大体何か大事な料理教室とか時は新品持って出しちゃいます。なるほど。間違いないです。間違いないんで、もう新品使っちゃいますね。でもあれなんですよね、包丁もね、シェフは毎日触ってますけど、私お店今ないんででももう触ってきたら歴が違いますよね、やっぱり。もう30年ぐらいは触ってますからね。ご自宅で料理とかはされるんですか。自宅ではね、一切料理はしないです。やらないんですね。やっぱりまな板とかこういうちっちゃいまな板とかで料理しにくくないですか。わかります。家で料理します。いやもう必要に駆られてというかやらざるを得ないみたいな。やります家で。でも奥さんの方が多いですけど、やっぱりこじんまりでやってます。本当ですか。あと人参もみじん切りにしていきます。これ全部使わないんで。長野の方なんですか、もともとも。そうですね。こっちには一回もう来なかったんですか。もうずっと長野ですね。長野はやっぱりあれですか、冬は寒いんですか、雪とかも。やっぱり雪も降りますし、でもそれよりもやっぱり気温の方がかなり違いますね。
もともとあれですか、料理をはい目指されてたんですか？いや僕24歳ぐらいの時なんですよね、その料理業界に入ったのが、はいでそれまでは、はいトラックの運転手やったりとか、そうなんですか？別の仕事結構やってまして、はい今料理の世界入ってからもずっと料理ではい。やってるんですが、そうですね。この生まれた時からはい家は料理屋だったんで、そうですよね。プレッシャーとかってやっぱりそれはもうやっぱりありましたけど、はいまあ今はもうそれはもうあんまりもうなくなっちゃいましたけど、プレッシャーっていうかもう年も年なんで、でも若い頃はやっぱりなんていうんですかね、若い頃の方がやっぱりプレッシャーっていうか、頑張んなくちゃと思いましたけど、今はもうなるようにしかなんないんで、もうこの年になっちゃうといやそうですよね。で今レストランが多いじゃないですか。ああそうですね。でいろんなお料理があるんで、はい選択肢もいっぱいあるんで、ですから頑張んないといけないですよね。いろんな種類の料理があるんで、もういろんな国の料理があるんで、そうですね。勉強することがいっぱいありすぎて、はいそのソースさえお店の看板としてあれば、あとはもうアレンジ、そのソースがあってアレンジしてっていうのがまあ一つの、パターンがあるんで、あとそれプラスアルファ、他のお料理、それを使わないで、今日はそれ使わないで作りますけど、あるんで、やっぱり一番大事なそのソース、デミグラスソースっていうのが極めないといけないっていうところですよね。そうですね。そこは絶対外せないですもんね。イタリアンの場合だとやっぱりトマトソースですよ。やっぱりそうですね。一番お店によって味が変わりやすいのはやっぱトマトソースですね。そう、トマトソース難しいですよね。トマトソースね、難しいんですよ。僕らのトマトソースの作り方と違うって、ちょっと違いますもんね。トマト缶のホール缶のメーカーから全然味変わるじゃないですか。ですね。やっぱあるんですか、やっぱり。もう究極言えば、どのトマト缶使うかで、もう方向性決まるじゃないですか。だからもうよく僕もなんか動画でコメントで聞かれるんですけど、酸味が少ないのが良ければ、まずはもうその缶詰を探し当ててくださいっていうところからになっちゃうと思うんですよね。そうですね。自分のお気に入りの缶詰探すというか。そう、トマト缶からなんですよね。トマト缶。あとやっぱり煮詰める時間ってどのぐらいなんですか、僕も。いやもうこれシェフによって全然違うんですけど。違います。でも本当4、50分煮込まれる方もいれば、僕が今使ってるタイプだとハイブリックスっていうタイプで、もともと結構詰まっているものだったりするので、もう10分ぐらいで仕上げちゃいますし。本当ですか？難しいんですよね、本当に。トマトソース難しいですよね。酸味をどうなくすかっていうのが。そうですね。小豆島のオリーブオイル美味しかったんですけど、取れないんですよね。量が決まってて。だからその辺があったんで、日本の使いたかったんですけど、数が取れないって言われたんで、結局今そこになっちゃいましたけど、オリーブオイルも難しいし。そうですね。でもすごく美味しいですね。これ美味しいですか？スパイシーさは結構後からきますね。あとは彩りでピーマンもみじん切りにします。切るものはこれだけです。まな板黒いの使ってます？まな板、いやもう普通に白を使ってますね。今あれなんですよ。まな板も黒いんですよ。ち
ちなみにシェフはやっぱりその黒に対してなんかこだわりはあったりするんですかね、自分の持ち物だったりとか。ああ、もうあれです、はい僕中学生がサーフィンやってたんで、っていうか日焼けしてるとはいモテると思ってたんですよ。そういう時代だったんですよ。はいファインっていう雑誌があったりとか、サーファーがかっこいいっていう時代だったんで、日焼けしてればなんかいいっていうのがあったんで、ですからずっとそのが今まで続いてるんで、はい持ち物も全部そうです。車から全部黒いです。今日そうですね、ちょっと乗せていただいた車もそうです。黒が多いです。もう全部黒、服も黒、全部大体黒が多いですね。でもなんかそのイメージカラーみたいなのがあるとかっこいいですね。そうです。でもね、コートね、黒くしちゃうと、はい日焼けしてると全部黒くなっちゃうんで、なるほど。コックだけはね、白いんですよ。あ若い子があみんなね、黒いんですよ。かっこいいですよね。なんでか最初僕自分で着ようと思ってるけど、そうなんですそうなんですよ。そしたらね、自分が着たらね、はい似合わなかったんですよ。なんかやっぱり日焼けしてると全部黒くて、まあまあでもそうですね。あれなんですよ。日焼けしてて白いと、白 T に白い T シャツに日焼けしてるとちょうどいいぐらいなんですよ。そっかそっか。でも普通のファッションもそうですよね。そうなんですよ。はい、白 T にそうです。日焼けしてる方がいい。確かにいいんですよね。はい、そして野菜切りましたね。はい、そしたらポイントとしてははい、合いびきなんですけど、はい、そこにカレー粉、もうお肉にカレー粉混ぜちゃいましょう。はい。最初に今回2種類入れますけど、はい、ここに調味料、はい、ケチャップです。はい、入れます。お醤油入れます。はい、結構ね、お醤油入れるとケチャップとお醤油って相性良くて、はい味が締まるんで、これで少し混ぜて、はい、ちょっとひき肉多いんですけどね、ちょっとこれ混ぜて、はい、ここで混ぜていって、で味をここでカレー粉とひき肉にカレー粉の味をしっかりなじませて、はい、でこれではい、下準備の完成で、あとは炒めていきたいと思います。はい、最初に玉ねぎの甘さを引き出すために、はい、最初にバターで炒めることが多いです。いつもオリーブオイルですもんね。が多いですね。はい。でバターが多いんですよ。ちょっとバターちょっと大さじ1入れます。焦げないようにこうちょっと、玉ねぎ入れます。意外に玉ねぎって炒めると結構時間かかるんですよね。そうですね。で焦げちゃったりしますんで、はい、2人前なんで、はい、IH なんでね、火加減がね、中火ぐらいですね。中火、バター焦げやすいんで、だんだんこう飴色になってきたら、先ほどのカレー粉とお醤油とケチャップが入っているひき肉を入れます。であんまりこの時に先ほどカレー粉を入れた時とかにあんまりこねなくて大丈夫ですね。こねちゃうとなんていうんですかね、ばらけなくなっちゃうというかじゃあお肉合わせる時も調味料を入れたらもう全体がそう絡むぐらいが一番絡むぐらい。カレーのいい匂いがかなりしてきました。そうですね。
もう先にでもやっぱりお肉と合わせておくと、はい、もう自然に馴染みますし。そうですよね、はい、先に入れた方が、そうですね。そしたらもう人参ですね。人参もね火が入りにくいですから、先に入れちゃいましょう。はいはい。で玉ねぎも彩りで入れます。あ、玉ねぎじゃないですね。ああ、ピーマンですね。ピーマンでした。はい。よくテレビで間違えましたよね。玉ねぎ入れます。ピーマン入れたことありましたね。はい。生放送で。ああ、そうなんですね。はい。そしたらちょっとワインでも入れましょうか。はい。ちょっと。これワインが風味付けで。あ、風味付けなんです。はい。ない場合はじゃあ入れなくても大丈夫。まあ料理酒でも大丈夫ですね。はい。でグリーンピースもなければいいんですけど、まあ彩りで入れて、あもうそこにご飯を。はい。はもう一回。はい。レンジアップして、はい、柔らかくした方がいいですね。ほぐしやすくした方が。はい。2人前なんで、まあ、400g ぐらいですかね。はい。入れて、あとはもう塩と。やっぱりお塩はね、はい、お料理大事ですよね。お塩、いいお塩を使った方がまた美味しくなりますしね。そうですね。塩コショウ。その時ブラックペッパーだとピリッとしちゃうんで、ホワイトペッパーがいいですね。はい。はい。であとはもう炒めていきます。もう玉ねぎ炒めてからは早いですね。はい。はい。本当はこうやって振るんですよね。で、あとこの時に合いびきなんで豚の、はい、豚肉の脂も出ますんで、はい、絡みやすいですね。で最後にまた、はい、ガラムマサラを味が足りない時に、はい、辛みが足りない時に入れます。はい、でこうだんだんこう白いところがなくなって混ざってきたら、はい、一回味見をして。結構辛みって時間が経つと、はい、冷めるとなくなっちゃうんですよね。ガラムマサラですね。はい。ガラムマサラはいろんなカレーの香辛料がまたいっぱい入っている。はい。これ入れましたね。はい。いや、わかりました。もうこれでもうね、はい、もうあとはもう味をしっかりすればもうこれで完成なんですけれども、はい、この上に定番のゆで卵か卵、はい、目玉焼きを乗っけたいと思います。はい、どちらがいいですかね。目玉焼きですね。ですかね。はい。じゃあ目玉焼きを焼いていきたいと思います。はい。もうご飯はこれで完成です。はい、もう美味しそう。ちょうどいいってぐらいで。はい。はい。これで形のいい目玉焼きの作り方をお教えしたいと思います。まずこれ玉ねぎ切りましたね。こう切ります。はい。横にこう切りますね。そしたらまあ後でいろいろみじん切りにすればいいんで、はい、まあ、フライパンを用意して輪っかもうセルクルにしなるほど、はい、そしてここに、はい、すごいですね。セルクルごと食べれちゃうみたいな感じですね。セルクルごと食べれます。はい。でやっぱり目玉焼きははい、やっぱり黄身は卵は中心に焼きたいんで、はい、
白身からまず、白身から先なんですね。はい、白身をこう入れて、はい。で黄身を真ん中に、バランスが美しいですね。でこうちょっとずらしながら、はい。はい、ちょっと蓋しますね。はい。これすっごい綺麗ですね。これをちょっと彩りでパセリの刻んだパソコンをこう散らして、本当のパセリもちょっと飾っちゃおうかな。飾って、ちょっと料理赤色入れるとね、ちょっと料理が締まるんで、ちょっと赤で飾って完成です。完成しました。いや、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。食べてみてください。いただきます。ありがとうございます。すいません。すいません。いや、もうなんか見た感じのこの彩りもすごい華やかで簡単でしたね。いや、もうすごいもう簡単なんで、もうなんかいいんですか？もうはい、ありがとうございます。もうこの卵にこのスプーン入れると一番いいとこですよね。もうそうですね、もうトロトロがもう一番美味しく見えるところですからね。じゃあちょっと失礼いたします。いやー、この卵が美味しそうです。卵がやっぱりで、あと香りがすごいやっぱりカレー粉使ってるからですね。すごい立ってきます。でも卵使っちゃうと、はい、あれですよね、マイルドになっちゃうんでね。そうですね。でもお子様でも食べれるようになるんで。そうですね。はい、いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。本当ですかね。本当に。大丈夫ですか、本当に。いや、もうすっごい美味しいです。もうプロの方に褒めてもらうのは。いいえ、もうとんでもございません。いや、結構スパイシーさも効いてますし、でも卵と一緒に食べると本当にマイルドで食べやすいですね。ありがとうございます。美味しいです、本当に。香りもすごい立ってましたけど、もうこんなに簡単にできるのにこんなに美味しく作れるので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。これシェフの包丁ケースですか？包丁、はい。すごいですね。全部同じメーカーのグレステンというメーカーなんです。グレステンの、はい。これ特注のこういう包丁とかいろいろ包丁いつも作ってもらってるんですよ。そうなんですか。すごいっすね、やっぱり。これが3セットぐらいあります。一部なんですね、これ。一部です。で、ひどいんですよ。うちのスタッフ辞めるときに僕の包丁持ってっちゃう子いるんですよ。持ってっちゃうんですか？持ってっちゃうんですよ。だから僕の包丁なくなってる時あるんですよ。そう。はい。それはちょっとまずいです。まずいですよね。